ゆうさんお酒でやりすぎちゃったこととかあります？これはねすごいよ。日本語の発音がね上手に聞こえるから、すごい日本っぽい。じゃあ今昼の1時半なんだけど、ヤマトがお酒飲みたいって言うから、もう今日は仕事を辞めて今日は休憩して居酒屋に3人で行こうと思う。和田も来るらしいよ。うちの会社はゲームめっちゃ好きな人多いから、こんな風にスマブラが置いてある。いつもみんなでゲームやってます。今日はもう仕事終わったから、はい、そうっすね。ヤマトがですが居酒屋行きたいって言うから行きたいです。居酒屋に行こうかなと。居酒屋好きで、居酒屋はだいたいどうだろう、昼とかやってるとこもあるよね。結構まあ多くないですがありますね。あとそのランチ営業だけしてるとか。そうだね。で、居酒屋は基本夜にやってるんだけど、居酒屋のがなんかランチだけやってる時もあるのね、ランチ定食、お昼だけご飯を出してる居酒屋も結構いっぱいあって、それがほとんどの場合美味しい、美味しい。なぜか居酒屋がやってるランチめっちゃ美味しいから、日本に来たら居酒屋でランチっていう看板出てること多いから、ちょっと行ってみて。お酒も飲めるしね。お酒飲めますね。うちの会社は火曜日と金曜日にみんなで集まって仕事するんだけど、みんな仲いいからちょっと早めに仕事を辞めてご飯に行くこともあるし、お昼はだいたいみんなでどっかご飯行くよね、行きますね。今日は火曜日だからみんな集まってる日で、今からちょっと居酒屋に行っていろいろ話そうかなと。そうですね。ここから歩いて15分ぐらい。そうですね。ちょっと遠めのところに、今日は。居酒屋結構行きますか？居酒屋結構行くんじゃない？まあお酒飲めない人は行かないこと多いですけど、お酒好きな人って仕事終わり、そのね、会社の人とか友達と飲み行くってよくありますよね。よく行くね。よく行きますよね。美味しい居酒屋いっぱいあるもんね。美味しいとこはやっぱりありますね。居酒屋初めて行ったのいつ？居酒屋初めて行ったのは、大学生じゃないですかね。そう東京に出てきた時からかな。大学生めっちゃ居酒屋行くよね。めっちゃ行きますね。大学生、あとお金少ないからとんでもなく安い居酒屋探していきますよね。そうなんだよね。おかわりが無料のキャベツとお酒だけでみたいな。なんかよくさ、今はもうそんなのいかないけどさ、2000円で飲み放題とかさ、ちょっとごめんね、今そこで工事やってるからちょっとうるさい。でこの間フォロワーさんと話してて気づいたんだけど、うるさいっていう単語あるじゃん。うるさいっていう単語はこういう音が大きい時に使うんだけど、ラウドとはちょっと違うの。ラウドなんだけど、人にうるさいって使うとめっちゃ失礼になってシャラップに聞こえるから、人に使う時は静かにしてとか、もうちょっと静かにって言って、こういう工事とか外にのものに対してはうるさいって使っていいんだけど、だから気をつけてね。人にうるさいって言うとすごいね、怒ってる風に聞こえる。てかネガティブな意味でしかない、そうですよね。外のものには使っても全然いいよね。車がうるさいとか。そうですね。でも大体あんまり良くない感情を感じてる時ですよね。あんま良くない基本的にはちょっと気をつけてみて。ちょっとみたいな。居酒屋ね。彼女と行く？
めっちゃ行きます僕は。めっちゃ行くんだ。めちゃくちゃ行きます。2人ともお酒好きなので、休みの日は2人で行ったりとか、友達誘って行ったりとかよく行きますね。どういう居酒屋に行くの？結構やっぱ焼き鳥とか、日本っぽい居酒屋の方が僕たち好きで結構、そこ行くこと多いですね。たまにねちょっとワイン飲みたいねとかの時はあるけど、だいたいそのジャパニーズのザ居酒屋、ゆうさんは行きますか？居酒屋？はい。行く。どんなとこ行きます？焼き鳥とか結構多いですよね、そういうの好きな人も。最近は沖縄料理居酒屋にハマってる。いいですね。美味しいですよね。美味しいね。あれ沖縄料理美味しいんですよ。好きです僕も。沖縄料理なんか行っちゃうな。沖縄料理は夏の暑い時に行くとまた確かにいいんですよね。その友達と行く時はどういう感じで行くの？みんなで一緒に先に誰かが予約して居酒屋行くの？僕はでもどっちかっていうと、ダンスで友達と遊んだりとか練習した後に、空いてる居酒屋に4人ぐらいとか5人とかで、すいません空いてますかって席ありますかって聞いて入ることが多いですかね。静かな居酒屋に行くことが多い？それとも賑やかな？僕たちがうるさくなりやすいのでどちらかというと、うるさい方、これネガティブなイメージでうるさい居酒屋も多かったりします。話してるととても楽しくなって、大きい声出ちゃうんで僕たち結構そうでもさ、居酒屋の中ってでかい声で喋っても OK な居酒屋多くない？なんかさ、多いですね。すんごいうるさい居酒屋あるよね、たまに。ものすごいうるさいとこもありますあれは酔っ払ってから来る人たち多い。確かに。から何軒ぐらい行く？いつも居酒屋。いやでも1か2軒ですかね。でも2軒は行くこと多いかもしれないです。2軒ぐらい行くよね、いつも。なんか知んないけど、2軒行くっていう感覚ってでも韓国の友達も韓国で2軒確かに行ってました。めっちゃはしごするイメージしてますよね。ヨーロッパとかだとパブで飲んで別のとことかあるんですかね？あるんじゃない？どうなんだろう。ちょっとコメントで教えてください。教えてください。YouTuber っぽいそうか。で1軒目で腹パンパンにする、お腹パンパンご飯食べて、そうお腹いっぱいにはなります僕いつも。で2軒目もまた食べてるよね2軒目もちょっと食べちゃいますでもできるだけおつまみというか、ちっちゃいチャンジャとかキュウリとか、ご飯とかパンとかラーメンとかそばとか、炭水化物あるじゃん。それ食べる？居酒屋で。あんま食べないですかね。誰かが頼んでたら一緒に食べたいですけど、あんま食べますか？あんま食べないけど、なんか誰かが最後にチャーハンとか焼きそば頼む時あるじゃん。あれは食べちゃう。あれ美味しいですよね。あれ美味しいよねなんか食べちゃうんだよな。食べたくなっちゃいますよね。あれすごい魅力的だもんな。お酒飲んでる時はどういう料理が好き？辛いとかしょっぱいとか。いつも頼むやつとかある？メニューで。僕はでもあったら焼き鳥頼みたくなっちゃいますね。焼き鳥好きなんだね。焼き鳥好きなんですよね。タコワサとか。タコワサ最初から好きだった？いや、お酒飲むようになってからですタコワサとチャンジャと、エイヒレ。エイヒレ、いや、あとなんだろう、なんか
なんかあれの存在自体お酒飲むようになってから知りましたもん。そうだね、うん、居酒屋家族でも昔行かないんで、あ、そうなんだ。田舎だから、お酒飲まないんですよ、車で。そうなんだ、なるほど。あんま行ったことなくて。うちは子供の頃居酒屋とかも行ったりしてたんだけど。そうなんですね、はい、軟骨の唐揚げあるじゃん、はいはいはい、どの居酒屋にも絶対ありますね。その軟骨の唐揚げは美味しいからそれだけね。軟骨は子供の頃から好きですよね。あれさ、ちゃんじゃとか、はい、塩辛、そうですね、塩辛いシリーズあるじゃん。はいはい、ありますね。なんていう、しょっぱいというか、あれ何に分類されてんだろうねシリーズ。確かにほぼソースですもんね、あれ。ソースだよね。何かにかけて食べる。いや、しょっぱすぎてあれ食べ始めた時大人になったなって思ったな。なりますね。しめ鯖とかも、なんかお酒のね、大人のシリーズですよね。ヤマト何歳だっけ？僕今29歳です。29歳か、はい、なんかある大人になったなーって。大人になったなーか。いやでもそれこそ昔ビール嫌いだったんですよ。ビールめっちゃ好きじゃん。今めっちゃ好きっす。ビールって苦いじゃないですか。で最初お酒飲み始めた頃は美味しくないって思って、そのカシスとか飲んでましたけど、今ビールしか飲まないんで。ビールめっちゃ飲んでるイメージある、はい、ヤマト。ずっとビールですね。大人になったなって思いました。お父さんとお母さんも飲まないね。結構飲みます。家だと飲みます。なるほど。お酒は好きですね、どちらかというと。ゆうさんなんかあります？大人エピソード。ちっちゃいしょっぱい食べ物を食べてる時ちゃんじゃとか、シリーズですね。シリーズ。ちゃんじゃ、タコワサ、辛いメンマとか。あるあれなんなんだろう。そうさ、お酒好きな人とお酒好きじゃないカップル、友達でいる？どっちも好きじゃないとどっちも好きは分かるじゃん。はいはいはい。どっちかが好きでどっちかが言いますね。どんな感じになるか聞いたことある？いや、なんかあんまデートで飲み行かないし、で酔っ払って帰ってくると、怒られてるイメージがあります。確かに。やっぱお酒飲むとちょっとね、飲みすぎちゃうとかがあるから、飲む人と飲まない人だと、なんでそんなに飲んじゃったのって怒られてる確かにねイメージはありますね。彼女と最初ご飯行ってた時はさ、付き合う前、居酒屋行ってた？行ってました。居酒屋行ってた。はい。それこそダンスの友達だったので、そっかずっと飲んでました、一緒に。大きい声出してました、彼女も。大きい声出して、はい、僕より大きい声出してました高くて大きい声で出しましたそうめっちゃ仲いいよね、ヤマトのとこは。仲いいイメージあるな彼女の声は高いですね。でかいの？しかもでかいです。大丈夫？見られてこれ。大丈夫じゃないかもしれないです大丈夫です、きっと。いい大きさです。いいでかさ。どこにいるか分かるんでいつでも駆けつけられるんです。普段から声でかいの？普段はちょこちょこ。ちょこちょこで、お酒飲み始めたら、声が聞こえてくるんで、そこら辺にいるのかっていうので、そう大体居場所が分かりますなんだろう、このお店おしゃれ。すごいおしゃれなの。事務所の近くにこんなおしゃれなお店あったんですね。バームクーヘン屋だ。バームクーヘンはドイツ語って知ってた？バウムは木で、クーヘンはケーキ。そうなんですね。木ケーキ。木ケーキだったんだ、あれ。不思議。ゆうさん、お酒でなんかやりすぎちゃったこととかあります？あるよ。あるんですか？大学生の時、まださ、なんかどれぐらい飲んだらどれぐらい酔っ払うか分かんなかったじゃん。そうですよね。初めて飲む時とかは分かんないですよね。一回なんか初めて飲んだサークルの飲み会で飲みすぎちゃって、
なんか小田原かどっかでめっちゃ飲んだんだけど、朝起きたら、高校の母校の校門の前で寝てたことおもろそんなわけないでしょ。一人で居酒屋とか行きます？1回だけ行ったことある。あ、本当ですか？うん、ある。俺めっちゃ行きます。あ、めっちゃ行くんだ。夜意外なんだけど。仕事じゃないですけど、仕事とか、自分の作業うん、やるときに居酒屋一人で行って飲みながらやったりとか。パソコン居酒屋でやってるってこと？そういうのが OK なお店もあったりして、じゃあいつも同じところに行くの？そうです。鳥貴族っていうとこなんですけど、鳥貴族はい、携帯の充電とかコンセントあって、うん、でパソコンもまあ開いていいよみたいな、なんですよ鳥貴族って。あ、そうなん。じゃあもともと OK なんだね。もともと OK です。知らなかった。あとハブとかでやってる人もたまにいますね。なんかそれはちょっとイメージできるかもしれない、で仕事しながら飲んでとか、まあアニメ見たりとか。アニメで何頼むの？焼き鳥ですね焼き鳥と塩昆布とキャベツで酒飲みながら仕事したりアニメ見たりして。そうです。で酔っ払ってふわーって言って帰る。おじさんじゃん。おじさんですそう一人で居酒屋ね、行っていいのかなみたいなあるかなって。確かに一人で、俺が初めてってかその1回しか行ったことないんだけど、それどこ行ったと普通のその辺の居酒屋だったんだけど、その時に気づいたのが一人で来てる人いっぱいいるって。そう結構いるんですよね。めっちゃ多いですよ。多いよね。でも綺麗な見た目のお店も美味しいし、いいんですけど、僕なんか古くからあるみたいな居酒屋の方が好きだったりするんですよね。新しいやつよりは、昔からある。なんでなんだろうね。なんでなんでしょうね。なんか味が染み込んでるというか味が染み込んでるなんて言えばいいんでしょうか。美味しいんですよね。はいこの磯丸水産っていうのはチェーン店、24時間やってるちょっと珍しい居酒屋。そうです。ちょっと行ってみ。居酒屋はなんか最近増えたよね、この QR コードのシステム。増えましたね、携帯でこの QR コードを読み取って、でそこから注文できる、日本語ちょっと読めなくても携帯だと翻訳できるから、結構あと喋る必要ないから、そうだね、安心だったり。あと写真があるね。何頼む？何頼みますか？一旦お酒頼むか。そうですね。磯丸は強いお酒もあるので。あ、そうなの？よくダンスの練習の後来たりしました。和田は？僕はホッピーを頼みます。いいですね。なんかビールっぽいやつ。俺もホッピーの黒で。僕は生ビールで。最初居酒屋入ると何名様ですかみたいな言われることが多くて、何名様ですかはその人数を聞いてるから、最悪も指とかで2人だよとか、そうだね、3人だよとかで図示したり、そうってやると多分基本お席案内してくれたりとかして、今みたいにテーブルついたりとかすると、メニューがあるから、そこから、飲み物から頼むことが多いかな。先に飲み物頼むね。なんか料理決める前に。そうですね。先に飲み物を頼む風習が多いですね。多分早く飲みたいという人が多いからね多分そうだと思います。 QR コードを読み取ると画面出てきて、20歳以上ですかっていうチェックをつけて注文開始します。右上にラングエッジがあるので、基本的にどの単語とかでも大丈夫かなっていう。右上のメニュー、タップするとランゲージが出てくるので、これ変えれば英語でも大丈夫です。なんか寿司とか食べたくなってきちゃってるんですけど。いいんじゃないですか。はい、注文完了しました。火をつけて、ここで焼けるやつがある。居酒屋にはすぐ出るものと出ないものがあって、で
結構すぐ出るものから頼むことが多いです。で、結構おつまみって書かれているところだったら結構すぐ出るかなっていう感じです。今日はお魚のお店だからお魚がたくさんあるんだけど、基本的にサラダとかキムチとか、あと今爆弾みたいなのもあるんだけど、これ納豆とかオクラとかネバネバしたものが入っていて、かなり日本っぽいものかなと思いますね。今来ました。じゃあゆうさん、ちょっとホッピーをこれホッピー。コーヒー飲んでる人って通というか、そのお酒好きだよね、なんかね。ですよね。ではいただきましょう。乾杯。すごい乾杯。いい。うまし。こういうちっちゃいものも結構すぐ来やすいから、小腹とか空いてたらこういうきゅうりとか、あとは刺身、メンマ、枝豆とか白子ポン酢とかもすぐ出るね。そういったものを頼むとすぐにご飯が来やすいで、プラスちょっとメインのものっていうのを、ちょっと食べたいものをちょっといろいろ探してみるっていう感じですね。今回お通しでいろいろ焼いてくれてますと。お通しはいわゆるチャージ適量。これ何？これ生姜天なので生姜天らしいです。なんかです。これフィッシュケーキって言われてるらしいよ。このかまぼこみたいな。まあでもフィッシュケーキですね。唐揚げほとんどあるよね、多分ね。ほとんどあります。唐揚げはほとんどあるし、なんか行く人数多いほどみんな、大体みんな食べられるから食べられるね、確かにね。頼みますよね。じゃあ爆弾も一つ。これはねすごいよ、白子ポン酢。これは不思議な味だと思う。嫌いな人多いよね、結構。多分慣れてないと。でもお酒のおつまみとしてはかなり有名。めっちゃ好き。これ食べてる人いたらいいねっていうお酒好きなんだねってなりますね。これはサラダ。これはね海鮮サラダ、サラダなんだけどマグロとサーモンとゴマが乗ってる。これドレッシングがあるんだけど、ドレッシングをかけて食べると美味しそう。鶏皿があるから近くの人がこうやって取り分ける、お箸で取り分ける。でみんなにアドバイスなんだけど、俺は大嫌いなんだけど、なんかね後輩がジュニアがこういうのやった方がいいよ、ジュニアがやるべき、後輩がやるべきだよみたいな人たちがたまにいるのよ。年上の人たちとかはそういうこと言う人はちょっと多かったりはする。僕は一回もやったことないです。やったことない？本当にやったことないです、ね。そういう人たちとは関わらない方がいいよ本当にね、先輩だからとか後輩だからとか本当大嫌いなんだけど、たまにいるから気をつけてね。敬語は使った方がよくて、敬語はなんかねそういう文化っていうよりも礼儀だから使えた方がいいと思う。よく SNS とかである先輩と後輩みたいなやつ本当にやってくる人もいるから、その人たちはもう友達にならなくてまあでもちょっと気難しい人は多いですからね。うちの会社はいないね。全くいないですね。僕が後輩のその取り分けとか最初やりすぎてやめろって言われましたそうだね。前の会社いた？そういうそういう人たちが多い会社でした。どんな感じだったの？これ取り分けろって言ってくる？いや言ってこないで、その人も待ってるみたいな。当たり前でしょみたいな。後輩がやるのが当たり前なんだ。そうですね。僕の先輩と先輩がいたら、一番上の先輩じゃなくて2個目の先輩が僕に
先輩いるから取り分けてでその上のためにみたいなので言われたりとかはありますね。うわ美味しそう。今しめ鯖を焼いてくれてる。しめ鯖は絶対に食べた方がいい。これがしめ鯖で、これがさっきのお通し、最初に出してくれたやつ。これが白子ポン酢。美味しい。和田は食べ物好きだね、本当にね。居酒屋だけはそのお酒入ったりして、ちょっと先輩に仲良くというかそのフランクにいつもより話しても OK みたいな、それあるね。ありますよね。居酒屋はなんか全部 OK になる。全部 OK。パンチとかしなければ大体大丈夫。パンチとかね。ヤマトはさフランス住んでたっていうか、2ヶ月ぐらい行ってたよね。3ヶ月ぐらい。はい。その時はなんか何してたの？居酒屋みたいなのあった？フランスは居酒屋なくてパブでしたね。あとはもう友達と家でワイン買って飲むか、ワールドカップでフランスが優勝した時だったので、みんな外でビール買って飲んでました。公園とかで。あ、それ OK なの？フランスは大丈夫でした。あ、フランス OK なの？フランスは今はどうかわかんないですけど。居酒屋恋しくなった？いやめっちゃ恋しかったですよ。ビール飲めるからまだいいんですけれども、この醤油とか、あんまないんでめちゃくちゃ欲しかったです。僕はわさびをめっちゃつけます。いいね。これしめ鯖。日本語はちょっと費用かかっても行った方が多分いいですよ。居酒屋じゃないですけど、この口に何か入れたまま喋るのはちょっと良くないっていう、日本では。それ世界中そうなんかな？どうなんですかね。基本嫌だよね、なんかその口の中見るの。他の国でも僕あんまあったことないですけど、このくちゃくちゃってよく日本では言いますけど、なんか食べながら口開けるというか、は良くないって言いますよね。ただ居酒屋ではなんかちょっとだけ許されますよ。居酒屋うるさいからね。あと日本特有はあれじゃないですか、最後の1個誰が食べるか。日本は全部食べ終わってた方が美味しかったっていう意味になるから、もう全部食べちゃって大丈夫。残す方がちょっとだけの、残しても全然いいけどね。いいけど。さ、最後の一つ問題あるじゃん、いまだになんかちょっとだけ。いやそうですね。でも食べてるよね、めっちゃ。食べはしますでも僕ちゃんと言います。最後の1個、欲しい人いませんか他に。でもいたら言ってるイメージある。じゃんけんとかして、食べるか、いなかったら僕食べちゃう。めっちゃ怖い先輩がいたらどうする？最後の1個でその居酒屋に先輩いて最後の1個余ってたら悲しいけど、先輩に残ってますよ食べてくださいって言っちゃう。それでいいよって言われたら食べるとか、食べたいって言わないでほしいなって思いながら聞くとか。お醤油かけていい？はい大丈夫です。聞くとかね。こんな風にね。これはなぜか爆弾と呼ばれている食べ物。たくあんとオクラとマグロと納豆、きゅうり、長芋、とろろだね。これ何？メカブじゃないですか。メカブですね。と生卵。美味しそう。絶対美味しい。納豆そばみたいなのまだやってる？最近やってないんですけどやってます。最近ちょっと実家から白菜が送られてきたので、それを消費するためにそっち食べてるんですけど、ずっと納豆そばです。ご飯屋さん出るときに店員さんにごちそうさまでしたって言っちゃいません？絶対言いますよね。全部出てきた料理食べても、残したとしても、最後にそのお店出るときに店員さんにごちそうさまですって言うと、かなり言わなくてもいいけど印象はいいですよね。いいね。でもさコンビニのさ店員さんにさ、ありがとうございましたって言ってくるじゃん、コンビニの店員さん。あれにさありがとうございましたって返事したいんだけどいつも。正解がない。なんかコンビニでさありがとうございましたって言ってどうもって言うの変じゃんちょっと。言ってる？僕言ってる？どんな感じで言ってる？袋もらうときにありがとうございますって言います。
包んでくれてありがとうございますぐらいの、お会計ありがとうございます感じで言っちゃいますかね。じゃあいらっしゃいませこんにちはみたいなのはこんにちはっていう。いらっしゃいませか。いらっしゃいませはちょっと返したことないな。確かに。いらっしゃいませ。そうですね。会釈と呼ばれる日本のそのちょっと声は出さないけど、っていうお辞儀を軽くちょっとだけするという。居酒屋ってこういうなんかたわいもないこと話すこと多いですよね。本当に。居酒屋がいろんな選び方があるんだけど、お金で選んだりとかご飯で選んだりとかお酒で選んだりするっていうことが多いかなっていうふうに思ってるんですね。だから例えばこういった居酒屋だったらチェーン店だからいろんなところにあるから結構安かったりする。安いとだいたい3000円ぐらいで収まることが多いかなっていうイメージで、もう少しいいところ行くってなると5000円とか6000円1人当たりお金がかかることが多いかなっていうイメージです。でこの3000円ぐらいだったら基本的に今頼んだものはほとんどの確率であるかなっていうふうに思っていて、で早めに出るものだったりとか、あとお魚刺身とかさっきも見せたしめ鯖とか、あと今ちょっと残っちゃってあれだけどサラダ系とか、あとはちょっと僕ら大好きな白子ポン酢とかも先に出る系は結構あったりする。で他にも例えば唐揚げだったりとかのお肉系だったりとか、あと卵、今回今日頼んでないけど卵もあるはず。こういう感じで卵を使った料理とかも結構多かったりする。でチーズオムレツだったりとか、あとは多分一番日本っぽいのがこういう卵焼き、だし巻き卵とかもあったりいう言い方もしたりするんだけれども、こういうものは絶対お酒のつまみにもなるかな。今日は入りやすい居酒屋ってことでもう本当にこういうあるようなところを選んできました。和田それ何？これは焼酎です。ホッピーは焼酎と甘くないジュースで割って飲むものだから、そう甘くないジュース、これホッピーって言うんだけど甘くないジュース僕らもホッピーしか呼び方わかんないから詳しいあれはわからないんだけど、で焼酎を入れて、氷入れすぎちゃった。でこのホッピーで割る。ホッピー最初に飲んだのいつ？一番最初じゃないよね。最初じゃないです。一旦お酒の飲み始めて甘い飲み物から行くことが多いかな。僕カルピスサワーとか、わかるわかる。ジュース系のもの頼んでから、ある時急にビールにハマって、でビール飲んでました。その後にやっとウイスキーが飲めるようになって、ハイボールとか飲むようになって、その後にホッピーだから20から22ぐらいは多分そのやっとビール好きになり始めましたよぐらいだから、本当に大学終わりぐらい。別のルートあるかな。ワインにハマり出す人もいるよね。いますね。最初からビール飲める人もいたりとかするので。唐揚げが来ました。これ唐揚げ。日本人だとイントネーションって言うんだけど、本当の名前はピッチアクセントってあるじゃん。花とか唐揚げとか静岡とか神奈川東京とかピッチアクセントってあるでしょ。で、日本語ってフラットって言われてるんだけど、本当はフラットじゃないのよ。結構こういう高いとか低いとか結構あるんだけど、英語ネイティブの人はもしかしたら知らないかもしれないんだけど、母音があるじゃん。syllables があるでしょ。母音の後ろから2番目を強調する癖があるのね。だから唐揚げだし天ぷらがなっちゃうの。だから4つ音があったら後ろから2番目がって強くなるんだけど、それがすんごい外国っぽいの。めっちゃ外国っぽいから、その癖を消すだけですごい日本語の発音がね上手に聞こえるから、ちょっと試してみて。唐揚げコップ、これもしめ鯖、4つ音があるんだけど、しめ鯖ね、しめ鯖っていうと外国っぽくなるから、後ろから2つ目の母音
気をつけると日本語っぽく聞こえる。これが唐揚げです。これめっちゃみんな頼むから食べてみてほしいんだけど、でね、唐揚げにこんな風にレモンがあることが多くて、でこのレモンを日本人がよくする会話なんだけど、レモンかけていいですかって誰かが言いますダメって言われたことある？ないです。このレモンを周りの人の許可取らないでかけるとなんかさ、許可取らない人ねっていうそう許可取らないんだって思われるから。なりますね。でも誰も嫌だってほぼ言わないですよね。 99%。 言われないね。1回だけ言われました。俺も1回か2回言われたことある。本当にレモンたまに嫌いな人がいます。だからみんな日本人と居酒屋に行って唐揚げ頼んで、ここにレモンが置いてあったらレモンかけていいですかって聞いたらいいと思う。すごい日本っぽい。レモンかけていい？でいいですよ。でレモンをかけるときは皮下にして手をこうして飛ばないようにしてかけます。で終わったのは端っこに置いておきます。これが日本の居酒屋 Tips でした。じゃあまたありがとうね。はい、バイバイ。 How was it? There were a lot of natural Japanese expressions in today's talk, right? By listening to real conversations like this, you'll slowly start to feel how Japanese is actually used. If there's a kind of conversation you want to hear next, let me know in the comments.